こんにちは、アンナスです。今日はちょっといつもと違うんですけど、セリアでなんか可愛い巾着を見つけたので、これにまたちょっと刺繍を足してオリジナルを作っていこうかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。これをアレンジしていこうと思います。これなんかね、絵がごちゃごちゃって書いてあって何か分かんなかったんですよね。まあなんかありそうな感じではあるんですけど、でどうしようと思った時に、なんかこう目を細めて見てると、私にはここがねお花に見えたんですよね。これインクがなかった。ここがお花で、なんかこの辺にもお花があって、ちょっとねお花がなんか私に見えたお花をちょっと描き足します。こうぼんやり見えてくるお花みたいなちょっとペンを取ってきます。どうやらこの布に対してインクと相性が悪いみたいで、今うっすら出てきたんですけど、ちょっと茶色ね消えにくいんであんま使わないんですけど、なんかこの葉っぱがこうごちゃごちゃってこう書いてあって、形すらよくわかんないっていうのが何個かあって、まあ、そのあたりをちょっとアレンジして、あとバランスですね。全体的になんかこの辺にお花があると可愛いかなみたいな感じのこれとか、あと大小あってもいいかもですね。ここはちょっと大きめにしたりとか、なんかこうちっちゃいのが何個かあるみたいな感じで、1,2,3,4,5,6,7、あとこの真ん中あたりにも欲しいですね。あ、これもか。これと、まあ茎があるからいいかな。とりあえずまあこれぐらい。ここにも欲しいけど、なんかこんなとこにあったら違和感かな。でもなんかお花がちょこちょこ欲しい。これもお花に見えますよね。ここ隣同士でちょっとつながってるけど、まあいいです。なんかわかりますかね。この茶色上と、あと茶色でちょっと塗りつぶした部分をお花にしようと思います。で刺繍枠をはめて、でこれは茎から刺していきます。でちょっと枝物っぽい感じなので、茎は茶色で刺して、で葉っぱは緑で、お花は赤にします。で茎とお花はかぶってないから、先に茎をちょっとゴツゴツした感じにしたいので、3本取りでアウトラインステッチで埋めていきます。で太さがいろいろあって、下の方が太くて、だんだん上の方に行くほど細くなっているので、もう玉留めで始めます。最初下の方はちょっとサテンステッチに近い感じ、これアウトラインに最終的にここにしたいので、45度ぐらい、横がこうだとするとカクッと45度ぐらいにステッチの向きを作っておいて、で幅を線の外側、できるだけこの下絵が隠れるように線の外側を刺すんですけど、ちょっと刺繍糸が出てきたんで後で切っときます。これで斜めを保ちながらずっと、だから、サテンステッチの斜めバージョンみたいな感じですね。で途中からアウトラインステッチに変わっていくので、だいぶ太くなりましたね、下は。まあ、太いのは多分問題ないと思います。ちょっとずつ細くしていきます。なんか突然細くなると変なので、
しばらくはこれぐらいしっかり太さあってもいいと思います。でもうこのまま進んでもらってもいいし、もうこの辺ぐらいからちょっとアウトラインステッチで、刺す向きを変えていきます。結構先から出して半分重ねるっていうか3分の2ぐらいですかね。重ねて戻るみたいな感じで、だんだん半分重ねるそのアウトラインステッチっていう流れにしていこうかなと思います。もうでもアウトラインかな今。で、上までいったら他の枝の部分は、ちょっと付け根太くしてもいいけど、だいたいアウトラインで3本取りアウトライン普通にやってもらっていける感じにしたいなと思います。はい、アウトラインステッチで、木の部分を作りました。で、次が葉っぱですね。葉っぱは裏に絡めて、で、レゼーデージステッチをやっていきます。ちょっとね、絵が分かりづらいんですけど大体のところでいいです。まず針を出して同じ穴に刺して、でチェーンのサイズ頭を出します。この場合この葉っぱの下と上ですね。で糸をかけて上に引っ張る。で割ともうギューッと引っ張ってもらって輪の外に刺します。これで多分この葉っぱが埋まっていると思うので、もうこれで順番に続けてやっていってください。でたまに幹の上にちょっと乗ってたりするとリアル感が出るので、だからこことかはもう幹刺してないんですけど、葉っぱがこう 2,3 枚重なっているんで、そういうのとか、ちょっとこれ幹もう刺してしまってるんですけど、なんかたまに上に乗せるみたいな、ちょっとこの辺でやってみるとちょっとまたぐみたいな、こういう木の上に乗っているものをたまにつけると、多分このイラストみたいにちょっとこうリアルさが出てくるかなと思います。全部が全部載せなくていいんですけど、たまにこうやるといいかもしれないですね。で、できるだけ下絵が隠れるように線の外側を刺すようにします。じゃあこれでもうひたすら葉っぱを作り続けていきます。はい、ではできたので今度お花を刺していきます。また3本取りです。で、これもレゼーデージステッチでやっていきます。裏に絡めて、このお花っていう風に設定した多分元のは葉っぱだと思うんですけど、もう無理やりお花にしたところの上から放射状になんか雑になってもいいです。なんかこう遠目から見てなんか花があるなみたいなぐらいの感じでこうぼわっと下書きが割とざっくりっていうかね、なんかちょっと分かりづらいアンティークのイラストとか持ってきてるんだと思うんですけど、この下絵が隠れてればいいです。一応なんか放射状に刺してみました。これで、一気にいくとこれ巾着なのでちょっと裏通して、次はここですね。この刺繍したいところの近くまでぐるぐるしてから、これは木の幹がもうすでに刺してあるんで上から足します。これも放射状になんか5枚ぐらい、ちっちゃいのとか大きいのとか、あと
ちょっと枚数が少ないのとかいろいろ入っていると自然な感じで面白いと思います。もうザクザクやっていってください。じゃあこんな感じでずっとお花をつけていきます。はい、ではできたので刺繍枠を外してこんな感じです。思ってたよりなんか可愛くなりましたね。自分で可愛いっていうのもあれですけど、なんかこういうハーブがありそうな気がします。はい、ではアイロンかけて仕上げます。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。